Have you ever wondered how you can improve your English score? You are in the right place. 皆さんこんにちは。アメリカの大学を卒業して今年からハンガリーの医学部に進学する大輝です。この動画を見てる人は留学で TOEFL のスコアが必要とか英語を伸ばしたいんだけどどうすればいいかわからないっていう人が多いと思います。そんな皆さんに今回は TOEFL のスコアを爆上げした自分が絶対にスコアが伸びる特別な必勝勉強法を伝授します。ちなみにこの勉強法は TOEFL、IBT に限らず ITP とか TOEIC また IELTS の勉強法にも通ずるからぜひ参考にしてみてください。まず知らない人のために説明しておくと TOEFL、IBT っていうのは ETS が出しているテストのことで基本的に海外の大学に留学したい学生が自分の英語力を証明するために提出しないといけないスコアになっています。 TOEFL、IBT は120点満点のテストになっていてリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの英語の4技能を測られるテストになっています。基本的には全国各地にあるテストセンターに数ヶ月前から予約をしてテストを受けるものとなっています。アメリカを例に話すとハーバード大学とかコロンビア大学みたいな本当にトップ校になると基本的に TOEFL100 点以上のスコアを求められています。他の大学でも80代から90代を目安に設定されていて、中には60代70代でも OK っていうところもあるみたいなんだけど、自分の経験的に言っても海外で正規留学みたいな形で現地の人たちと一緒に授業を受けるっていうのでは TOEFL80 点以上のスコアは最低でも必要なんじゃないかなっていうふうに個人的には思っています。はい、前置きが長くなってしまいましたが、今まで自分は6回 TOEFL を受けたことがあって、今回はその TOEFL のスコアを全部ここに公開してやりたいと思います。最後に受けたのは留学をしてから3年間経った後に受けたテストなのでちょっと比べるのはフェアではないんだけど、最初は自分は65っていう点数から111点まで伸ばすことができました。ちなみに最初に TOEFL を受けたのは高校3年生の4月だったんだけど、この学校で配られた分厚い文法書とかこの単語帳とかも全部頑張ってそれなりに覚えて勉強して挑んだ結果だったので TOEFL がいかに簡単なテストじゃないかってことがわかると思います。僕も見てくれてる多くのみんなと同じように最初から英語ができたっていうわけでは全くなくて、基本的に一から全て独学で勉強しました。 TOEFL ゼミナールとかの塾は一切使用していません。この動画は単語と各セクションに分けて一つずつ説明するので絶対に最後まで見逃さないでください。はい、もう聞き飽きたよっていう人もいるかもしれないんですけど、単語は絶対に TOEFL では必要です。もう一度言います。単語は必須です。だけど実は単語を覚えるのにもコツがあって、ただ闇雲に単語帳を眺めたり何度もノートに単語を一つ一つ書いてるようでは数ある TOEFL に必要な単語を覚えることは一生できません。そこで最も効率的に単語を覚えられる方法を編み出したので、それはまた次の動画で説明したいと思います。まず単語はみんながおすすめしているこの TOEFL3800 っていう単語帳を僕も使用していました。この単語帳は本当におすすめです。この単語帳はランク1からランク4っていう形で単語がレベル分けされてるんだけど、この単語を全部、最低でもレベル3まででもしっかりと覚えていたら基本的に TOEFL に必要な単語は全てカバーしていると言えます。自分の1日の中のあらゆる隙間時間を見つけて電車での通学、学校での休み時間、また就寝前の時間など1日の中である程度時間を決めて自分は戦略的に勉強していました。単語帳は一つのものを使うと決めたら基本的にそれを集中して覚えるっていうような形にした方がいいと思います。英検とかの単語帳は出てくる単語の傾向が違うので、やはり試験に合わせた単語帳を使うのがいいと思います。はい、基本的にこれは全てのセクションについて言えることなんですけど、 TOEFL のスコアを上げたかったらやっぱり TOEFL の実際の問題練習を使って練習するのが効果的です。 TOEFL のオフィシャルの参考書についているプラクティステスト、また中国のウェブサイトで約50回の本番に近い試験を受けられるからぜひ使ってみてください。はい、リーディングもまずは実際の TOEFL の過去問を使った勉強法から解説していきます。 TOEFL、IBT のリーディングセクションでは700ワードぐらいのパッセージが基本的に3つ出題されていて、それぞれのパッセージに対して10問ずつの問題が出題されます。解き方は全部まとめて読んでから問題を解くか、それとも一問一問それに対応した部分を読み進めながら問題を解くかっていうのは好みが分かれるので、基本的には自分で決めてみてください。ただし決めたらそれを貫いてしっかりと勉強するのがおすすめです。本番だけ気分で帰るとかは絶対に NG です。まずは本番のような形で1つのパッセージ、または時間が取れる日は3つのパッセージをまとめて実際の試験みたいに時間を計って解いてみてください。そしてその後の復習法で点数が伸びる人と伸びない人での差がしっかりと出てきます。この復習の時の勉強法は精読と速読の2つに分かれます。まず精読というのはじっくり時間をかけて一つ一つの文法、単語の意味まで完全に理解するまで読む勉強法です。それに対し速読というのは流し読みのような形でスピードを意識して大まかな内容を理解することを目的とした読み方です。まず問題を解いて答え合わせ確認をするタイミングではちゃんと精読から始めていきます。丁寧に一文一文読んで自分がしっかりと内容を理解できてきたかを確認しながら、分からなかった部分、知らなかった単語、そして間違えてしまった理由などをしっかりと明らかにしていきます。それをノートに分かりやすい形でしっかりと記録していって
単語に関しては小さいノートまた辞書アプリの単語帳機能などを使いながら知らなかった単語をまとめて自分が復習できるようなシステムを確立することが重要です。そして精読の作業を終えたら次は速読に移っていきます。精読を終えた段階で内容は基本的には頭で理解できていると思うので、次はこれをスピードを上げていくという作業に移っていきます。僕がお勧めしている方法は指またはペンで文章を同じスピードで読んでいく方法です。なかなかスピードを上げられない理由として考えられるのは、頭の中で無意識に難しい文を読むときにスピードが落ちてしまっているというのがあります。これを意識的に改善していくためには、完全に一つ一つの文章を日本語で理解できるまでゆっくり読むんではなくて、ある程度でも文脈を理解できるできる限り速いスピードでしっかりと読んでいくっていうような癖をつけることが必要になります。この速読のメソッドを実践し、同じ文章を3回から5回速読の方法で読んでいくことで、徐々にスピードを落とさずに読んでいく癖をつけることができます。ストップウォッチを隣に置いて毎回時間を確認していくことで自分の成長を実感することができます。数をこなすたびに知らなかった単語、文法、自分が間違ってしまう癖、そしてスピードを意識的に改善していけるので得点アップは間違いなしです。また実際の TOEFL の問題以外にも大学レベルの英語の本、またニューヨークタイムなどの英語のニュースなどに日々触れていくことで多角的にリーディング力アップをしていけることが望めます。リスニングのセクションでは3分ぐらいの2つのカンバセーションと5分前後の3つのレクチャーを聞いて、それぞれ5から6問の問題を聞かれて解いていきます。まずリスニングの点数を上げるのに必要なことは、基礎的な単語力とそれの正しい発音、そして言い回しになれるということです。まず単語とその正しい発音を知らないと聞いた音がただの雑音になってしまうということを理解してください。そして日本語にも和製英語という言葉があるように、自分が英語だと思っている言葉でも実は発音が全然違ったりということがよくあります。簡単な例で言うと energy っていう単語は日本語ではエネルギーっていう風によく使っていると思います。ただしエネルギーっていう発音だと思っていると energy っていう単語をリスニングで聞いたとしてもそれがパッとわからなかったりします。他にも foreigner っていう外国人っていう意味の単語で言うと、普通だったら foreigner みたいな感じで G の発音しちゃうと思うんだけど、英語では G の発音が抜けるっていうことがよくあるので、こういったことにしっかりと慣れていくことが重要です。なので普段の単語の勉強の時から辞書アプリとかを使って正しい発音でしっかりと覚えていくことが重要です。また英語の言い回しになれることも重要で、英語ではリエゾンといって隣同士の単語の音がつながるっていうことがよくあります。例えば I'm going to が I'm gonna になったり、 What do you mean が What do you mean みたいな感じになったり、知ってるはずなのに慣れないと聞き取れないという表現がよくあります。そこでそういった発音や表現を学ぶのに最も適した勉強法があります。音読をおすすめする人もいるんですけど、音読ではちゃんとした CD の発音を聞いたりしながらやらないと間違った発音で覚えてしまう可能性があるっていうデメリットがあります。それに対しシャドーイングっていうのは実際のネイティブの発音を聞きながらそれを真似して喋っていくっていうような勉強法なので、実際の発音に慣れて自分のスピーキング力も同時に上げていくっていうメリットがあります。 I'm a social psychologist. I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. おすすめの勉強法はリーディングと同様、実際に本番のような形で問題を解いて答え合わせをします。そして復習のタイミングで音源のスクリプトを見ながらシャドーイングをしてみましょう。そしてこの1回目の際にリーディングで精読をやった時と同じように知らなかった単語、表現、そして間違えた理由などをしっかりとノートにまとめていきます。そして一つの音源を自分が完璧に理解できるようになるまで4回から6回シャドーイングしていきます。最初はスクリプトを見ながらでもいいですが、慣れてきたら見ないで聞いた音を発音して同時に内容も完璧に理解できているという状態まで持っていくことが目標です。何も考えずに日本語字幕を見ながら動画を見たり、がむしゃらに問題を解いていくだけでは基本的にリスニング力はアップしません。なのでこの方法を用いてリスニングの音源だけでなく、海外の YouTube や TED トークなどを使って実際の発音をひたすら真似していくことが重要です。スピーキングではインディペンデントタスク1問、インタグレディットタスク3問という形で構成されていて、インディペンデントタスクでは簡単な質問をされて15秒考えて45秒話すという形、そしてインタグレディットタスクでは2分から3分ほどの講義や会話の内容を聞いて、それを踏まえて20秒から30秒ほどで考えたのを1分で話すという内容になっています。瞬間の対応力が求められるスピーキングセクションですが、実はこれには裏技があります。それはテンプレを用意して覚えてしまうというやり方です。微妙な違いはあれども、基本的にスピーキングセクションで聞かれる内容は大体同じ形です。なので答える形式を自分の中で決めることで、実際の試験中では本番の内容に集中して問題を解くことができます。ただ実はスピーキングセクションもがむしゃらに数をこなすだけではある程度のレベルまで行った後にその後全く伸びなくなってしまうという状況が発生します。これはライティングでも言えることですが、基本的にある程度まで伸びた後はその後は自分が知っている単語とか表現っていうのに限られてしまって、その後自分で新しい表現を見つけるっていうのは非常に難しいからです。そこで一つの勉強法としておすすめなのが、サンプルアンサーに載っている答えを何回も音読して覚えてしまうという方法
法です。僕は実際にこの本に載っているサンプルアンサーを何度も復唱して覚えることで自分の言葉の引き出しが増えました。例えば価値観を広げるという言葉は broaden my perspective みたいな形で、そういったよく使えそうな表現を少しずつ手に入れていくことで自分の言葉の引き出しがどんどん増えていきます。またこういった勉強法も実践しつつ、自分の答えをボイスレコーダーで録音していくっていう方法もおすすめです。自分の拙い英語を自分で聞くのは本当に辛いですが、しっかりと自分の答えを聞いていくことで今まで気づいてなかった自分の悪い癖とかにも気づくことができるし、何よりも自分の成長を実感することができます。スピーキングの練習をネイティブの先生、また英語ができる友達の前とかでやってみて、毎回しっかりとフィードバックをもらうっていうことも欠かせません。自分だけでは英語を習得には限界があります。そういった機会を通して新しい表現を学び、実際に次は自分が意識して使ってみるっていうサイクルを繰り返すことで着実に点数は上がっていきます。基本的に他のセクションと同様に一つ一つの問題を自分の中で完璧に近いところまで録音して、ある程度満足できるところまでいったらやっと次の問題に進むっていうやり方を取るのがおすすめです。はい、最後になりましたが、ライティングセクションでもスピーキングセクションと同様にインタグレリットタスクとインディペンデントタスクっていうのがあって、インタグレリットタスクではあるトピックに関する文章を読んで、それに関する反対の意見を述べる講義または会話を聞いて、その内容を20分でまとめていきます。そしてインディペンデントタスクでは簡単な質問に対して自分の意見を30分でまとめるっていうようなセクションになっています。ライティングは基本的にスピーキングセクションと同様でアウトプットが重要なセクションです。なので実際の問題を解いてみて、それを添削してもらって完璧に仕上げる。そしてサンプルアンサーからいい表現を盗んで実際に自分が使えそうな時に使ってみるというようなサイクルを繰り返していくことが重要です。特にインディペンデントセクションの問題はサンプルクエスチョンとアンサーがネットにゴロゴロ転がってます。そしてこれもまたスピーキングセクションと同じく基本的に問題の形は毎回同じなのでテンプレが大活躍します。ライティングセクションではテンプレで相当な文字数を稼ぐことができ、時間短縮、そして正しい答え方につながるのでおすすめです。僕はこの本を昔使っていて、学校だけでは学べないようなスコアアップにつながるハイレベルな表現をこの本を通して学ぶことができました。今回の動画で紹介したウェブサイト、教材、テンプレートはもろもろ概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はスコアが爆上がりする TOEFL IBT 勉強法徹底解説という内容で動画を見てもらいました。最後まで動画を見てくださり本当にありがとうございます。自分が実際にやったみたいに留学に行く前でも TOEFL IBT100 点に近いスコアを出すことは可能です。最初は自分も65点だったけど、しっかりと日々の努力を重ねれば最終的には50点近い点数のアップも望めます。この動画が諦めかけている誰かの励ましになれば幸いです。これからも TOEFL の勉強に役立つ情報や海外留学に関する情報も発信していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。質問ややってほしい動画などがあれば絶対に返信するのでコメント欄に書き込んでみてください。それでは I'll see you in the next video. Bye.